ご視聴ありがとうございます。スタッフ姫道寺代表松本です。今回は袴の、着せ方、履かせ方を、撮影していきたいと思います。今回ちょっと人形じゃやりにくかったので人間様を使ってやりたいと思います。うちの父がいたので手伝ってもらいます。父は袴履き歴何年ぐらい40年だそうです。というわけで、袴を履き慣れている父を使って袴の着せ方取っていきたいと思います。まず帯からです。帯はちょっとしっかりしたタイプの帯を使う方がいいと思います。ちょっと固めのやつですね。で、袴下は一文字で、うちは木の差し込むやつとかは使わないです。はい。じゃあちょっと後ろ向いてもらっていい？はい、では帯を結んでいきたいと思います。まず一文字なので手の長さはだいたい肘ぐらいですね。30センチちょっとぐらいかな。このぐらいで大丈夫です。巻いていきます。ちょっと前巻いてもらっていい？下。はい。よいしょ。締めます。はい。帯の長さにもよりますが、帯は胴に2周から3周、3巻きですね。今回は2巻きでいきます。で、1文字なので手を上から結んでいきますね。まずちょっと結びやすいようにタレの結ぶ場所を細くしていきます。こんな感じです。で、手を上から結びます。と締めますね。大丈夫？結び目を縦にします。そして、結び目を帯の一巻き目の中へ入れます。そして垂れ元を広げます。これで帯はもう緩みません。で、一文字の幅なんですけど、この幅ですね。この幅は、その時履く袴で合わすのがベストです。袴のこの台形の箱になっている部分の下ですね。の下幅ぐらいで一文字の幅を取ってあげるのが望ましい。下幅よりちょっと狭いぐらいかなで取るのが望ましいです。これぐらいかな。で、内側に折り込みパッタンパッタン畳んでいきます。そして関西巻き、時計回りで帯を巻いた時の一文字は必ず垂れ元のしまいを右側へ持っていきます。右側ですね。関東巻きの場合は逆ですね。こちら側に持っていってください。左側に。関西巻きはこちらです。右側に持っていって、帯と一緒に羽を作ります。袴下の一文字の場合は真ん中に山を一つ作って両サイドを折り上げるような山にしていきます。真ん中に山を作って両サイドを折り上げるようにして羽が起きるように作ります。ちょっとよいしょ。こんな感じのひらですねを取って先ほど、しまいを右に分かりやすいようにこうちょっと裏出してるんですけど右に回した方から刺してこちらへ抜きます。なんかここですね。ここから抜いて上へ抜きます。そしてここをしっかり手をしっかり引っ張って締めます。で羽がしっかり
立つようになります。で、結び目と手の余りを帯の1巡目の中へ入れてしまいます。下から手を引っ張ってやって入れ込みます。で、こうすることによって帯が立ちます。ここが苦手な方は全然木の一文字の支えを差し込んで使ってもらってもいいとは思います。結構結ぶの硬いのでしんどいと思います。はい、これでよいしょ、帯が完成しました。で、ここから袴を履かせていきたいと思います。回れ右でお願いします。はい。で、袴なんですけど、まず、袴がスカートなのか股があるのかしっかり確認しましょう。ちょっと前持ってもらっていい？この袴は股があります。股がないスカートになっているやつはここがないので、もう好きなように履いてもらっていいんですけど、股がある袴の場合は必ず片足ずつ入れてもらってしっかり確認しましょう。はい、入れてください。足をいける？はい、はい。そして袴の前面を合わせていきます。帯は見せません。袴履き歴40年の父は帯が見えるとどうなんでしたっけ？かっこ悪い？気持ち悪いんやろ？そう、気持ち悪いんです。この帯が見えるっていうのは着崩れてる状態なんですね、基本的には。ただその花婿さんに関しては多分出来上がってきた形っていうのがあって帯を見せてるんだと思います。ただ実際のところは帯は見せないっていうのが当たり前です。当たり前なので帯は見せずにいきたいと思います。で、この状態でちょっと持ってもらっていい？前で、袴の長さなんですけど、通常はもう少し短くてもいいかなとは思います。あと後ろが上がったらもう少しこれ上がるので、だいたい旅が見えるぐらいがベストかなと思います。短すぎるとかっこ悪いです。足首見えるのはかっこ悪いね。はい、というわけで上に戻ります。で、この状態でさあ、このカメラから回す難しいな。どうしようかな。このまんま持ってもらおうか。ごめん。持った状態で回ってもらっていい？いける？本当はこれ前からパパッとやってしまうんですけど、ちょっと説明しにくいので持ってもらいました。で、これが後ろの状態です。これを本当は前から一人でやります。まず背中で交差さします。で、ギュッと締めますね。一回。大丈夫？締まったら次一文字の羽をに引っ掛けます。このように。こんな感じで。で、前に送っていくわけなんですけど、これを、一人でやる場合は前で手探りでギュッと締めてグッグッとやってこんな感じで回していきます。で、これちょっと取れるかな。で、後ろに、手伝いの方がいらっしゃる場合は後ろの方にこれをやってもらって羽をしっかり起こした状態で交差さすようにしてもらいましょう。よし。で、回れる？それで。で、こっからなんですけど、この袴の紐が来ましたね、前に。で、この時にサイドの部分をこの帯の下に引っ掛けましょう。こんな感じでこう引っ掛けてしまうんですね。これ以上この袴の紐が上に上がらないようにします。で、どうするかというと、着せてる人ですね、この方に帯の下に指をこう入れてもらいます。で、こんな感じでこう見えますかね、引っ掛けてもらって、こちらも引っ掛けてもらって、でこの状態で、
僕は本人さんの右側ですね、自分向かって左側で交差させます。一回締めますね、グッと締めて、ここでグッと締めて交差してひっくり返します。ひっくり返して重ねます。はい、のけていいよ、指で。ここまで来たらこの、帯の下面、この境目引っ掛けたところですね、ここを押さえるような形で後ろに回します。はい、回れ右、こんな感じです。で、帯の下で、内は二重掛けの蝶結び、一重掛けの蝶でもいいです。締めやすい形でいいのでほどけないようにしましょう。しまった？はい。で、締めたら帯の下へ結び目と、余った紐を入れてください。こんな感じです。で、羽を起こします。この時に注意点なんですけど、この半腰、着物の背中が突っ張らないようにしましょう。ここが少しこう余裕を持たせておきます。ここ突っ張ってしまうと、上側の襟が、襦袢の白が出てしまうので、ここに少し余裕はあるようにした状態で袴を入れていきます。よいしょ。で、この帯の背中の部分ですね、背中のこの部分に袴のヘラ、これヘラヘラかなんかわかんないですけど、こいつを差し込みますね。ここですね。よいしょ。で、差し込んだら、この隙間にこの袴の箱の下面をぐっと差し込むような形で乗っけてあげます。こんな感じですね。で、紐を前に送ります。はい。で、ちょっと持っとって。で、ここしっかりこの袴のこの箱の下面が背中にピタッとつくように、ここをしっかり押さえ込みましょう。で、今この帯が羽を広げて立たしてるんで、結構しっかりと後ろは立ちます。うちの場合はこういう風に、もうこれすごく今硬いんですけど、ここまでできてるんで、この木の当てとかはいりません。もう帯だけで作っちゃいます。で、後ろが立ちすぎてるなと思えば、羽をこう潰してあげて、ここを下げてあげてもいいですし、今はこれぐらいがちょうどバランスいいかなと思います。はい、じゃあ回ってください。そして前側のしまいをしていくんですが、こういうふうにこうたわみができちゃってる部分は先に直していきましょう。はい、ここもいろいろやり方あると思うんですけど、うちの場合はこういう形で交差させます。襟合わせと一緒です。右が下の左が上です。で、この上から来てるやつを結んでこう下から上に上げてしまうんですけど、この時に最初に巻いたやつを全部一緒に左から来てる紐で取ります。こいつをこの下に入れるってことですね。こういう風にして、まだ取らんでいいよ。こうです。で、一回必ずここで締めて、よいしょ、作ってたと思うんですけど、基本、僕の考えとしては袴は結んだ方がいいと思います。多分袴を日常的に履いてた時代の人はみんなこう結んでたはずです。ここでちょっと注意点なんですけど、この結び目を今斜めにこう引っ張り上げてたんですけど、まっすぐ縦にした状態で
これを折りますね。で上から出てるやつを上からかけて、よいしょ、ここを結びますね。一度、はい、まあ普通の肩結びです。これですね。で、多分普通に日常生活するだけであれば、もうこのまんま後ろに回して締めちゃって終わりです。これでこの結び目だけで完成です。で、ちょっとした冷装の場合ですねは、ここに一文字を作ります。ここも、十字なのか一文字なのかで結構聞かれることが多いんですけど、基本は一文字で十分だと思います。十字も多分後からできた結び方なんでしょうね。昔はなかったと思います。昔っていうのはだいぶ遡りますけど、江戸時代だったりその当時の袴の結び方で十字にするっていうのはなかったと思います。なので基本は一文字で覚えていただいて結構です。花婿さんとかするときだけ十字でいいんじゃないでしょうか。で一文字を作るんですけど、まずこの結びましたね。今結んで、向かって左に出てる方ですね。ちょっと一回ほどきますね。ここからよいしょ、結んで上に回して上からこいつを結びますと。よいしょ、こうですね。はい、この結んで左に出てる方ですね。向かって左に出てる方を一度下から通して上に出します。しっかり真ん中で上に上げて根元のシワは取ってください。で、反対側の方で羽を作ります。で羽の幅に関してはこの、帯幅ですね。帯幅、紐の幅のだいたい3つ分、1、2、3ですね。3つ分ぐらいですを内側に折り込んでいき、今度はしまいをこちら側に持っていきます。結び目から左側ですね。向かって左側に持っていって形を作ります。で必ずこのしまいがある方ですね。このしまいがある方に手とは言わないかな、袴の場合は。手を持っていってここを結びます。ここにこういう風に入れて結びますね。よいしょ。はい、ぐるぐる巻きつけるんではなくて結びます。はい、これで完成です。一文字は。で余ったものは横に持っていき、ちょっとゆっくり回って、はい、それぐらいでいいよ。でこの辺り入れやすいところで帯下に巻いている紐に巻きつけてもらっていいです。こんな形で、はい、で元に戻ってまっすぐでちょっとした冷装の袴の前の結び方です。よいしょ。はい、一文字の完成です。で袴の着丈も今ちょうどいいぐらいかな。はい、甲にかかるぐらいとのことです。はい、以上、今回は袴の着せ方、履かせ方をちょっとざっとではありますが、たまたまうちにいた父を使って着せてみました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。はい、以上です。